Welcome to another episode of English Word of the Week. 前回のエピソードでは based という単語を紹介しました。見逃した方は右上をクリックしてください。今日のエピソードでは cancel culture という概念を解説します。cancel という英単語は日本でも馴染みのある言葉です。主に予定または約束していたことをないものとするという意味で用いられます。無論、英語でもこの定義が最も一般的です。しかし、2010年代半ばに入り、キャンセルの新たな用法がインターネット上で登場しました。この新しいキャンセルは、非道徳的な行為を犯したとされる著名な個人や団体、企業などをネット上で糾弾し、他のネット住民にも同様に排斥するように訴えかけることを表します。日本でも政治家の不謹慎な発言が炎上を招いて辞任に追い込まれたり、芸能人の不祥事が明るみになって業界から干されたりすることは珍しくありませんね。では、キャンセルの実際の使用例をツイッターで探してみましょう。まずは予定をなかったものにするという意味でキャンセルが使われている例を見てみましょう。Me thinking about how to cancel plans I made when I was bored. 退屈だった時に立てた計画をどうやって中止しようか考えている時の自分。続いては番組を打ち切りにするというこれまたよく見られる用法です。Just cancel Jeopardy. Seriously, just let it go. もう Jeopardy を打ち切りにしてしまえよ。マジで、もういいだろう。Jeopardy とはアメリカで放送されているクイズ番組のことです。最後に新しいキャンセルの用法の例です。I'm all for holding people accountable, but do we really need to cancel people for things they said over 10 years ago? 人に責任を取らせるのは賛成だけど、10年以上前に言ったことのせいで、その人をキャンセルする必要が本当にあるのか？さて、ここからはキャンセルカルチャーをめぐる議論を見ていきます。はじめに、社会への多大な影響力を有する個人や団体が、その責任の比重に見合った監視や問責、もしくは処罰の対象になることは、至極当然であるという見方がキャンセルカルチャーの根底にあります。一方で、キャンセルカルチャーの正当性に疑問を呈する者もいます。最も頻繁に聞かれる批判は、キャンセルカルチャーは倫理的に完璧な人間以外を許容しない不寛容で非現実的な社会的規範を助長するというものです。すなわち、過ちを犯すことは人の性であるにもかかわらず、一度間違いを犯したからといって公正の機会すらも与えず、社会から排除するのは過度な懲罰であるという見解です。しかし、過ちが常習化している場合や、犯した過ちがあまりにも重大である場合にはキャンセルされても致し方ないとも言えます。ただし何回までの失敗、そしてどの程度までの過失が赦免されるのか、その境界を定義することは容易ではありません。ならば、それほど悪質な事案であれば司法に委ねるべきではないのかという反論も想定できます。罪を犯せば罰せられるのは法治社会の原理です。しかし、キャンセルカルチャーは広報にのっとった刑罰ではなく、あくまでも個人や共同体による私的制裁です。国や自治体によっては私的制裁を加えること自体が違法であり、一般市民に他者を裁く権利はありません。さらに、私的制裁では公正な裁判を介さずに罪を定めるため、冤罪が発生する恐れも十分にあります。その上、キャンセルへの支持を募る過程において、不確かな情報がネット上で拡散されるため、個人であれば名誉毀損や誹謗中傷、企業であれば不買運動にまで発展する恐れも否めません。しかし、キャンセルカルチャーを擁護する者からは、次のような反論が寄せられるでしょう。第一に、キャンセルという行為は、キャンセルの対象になった個人や団体の社会的地位を失落させるという目的においては制裁と呼べるが、不支持を呼びかけるという手段において司法制度が課する制裁とは一線を画すものです。
つまり、キャンセルという行為は、司法制度に代わって罰金や懲役を課そうとするものではないのです。加えて、キャンセルによる制裁では、法的基準に即して裁くのではなく、あくまで道徳的基準にのっとって裁くという点においても異なっています。合法性と道徳性は同意義ではないため、司法の範疇を逸した非道徳的行為が存在し、それを戒めるのがキャンセルの役割であると言えます。しかし、そうなると、制裁を科す道徳的権威は誰にでもあるのか、そして道徳的判断の妥当性の確証はどのように得られるのかといった疑問が残ります。第2に、私的制裁と同様に、司法制度の無謬性も保障されておらず、よって公正な裁判においても免罪は起こり得るものです。そのため、反対派は司法制度と比べてキャンセルという行為の方が冤罪が発生する確率が高く、2つの確率の間に統計学的な優位差があることを立証しなければなりません。しかし、冤罪の真の発生件数を把握し得るという過程は、すべての裁判の判決には正解が存在し、その正解を知り得ることを含意しているが、それならばそもそも冤罪は発生し得ないという矛盾をはらんでいるため、冤罪の確率を算出することは不可能でしょう。また、名誉毀損、誹謗中傷などの犯罪行為に関しても、これらは必ずしもキャンセルという行為に付随するものではなく、従って法を犯すことなくキャンセルすることは十分可能です。続いて、キャンセルカルチャーはキャンセルという制裁の効果性の観点からも疑問視されることがあります。還元すればキャンセルへの協賛を呼びかけたものの、実際に名声や信用を失わせることに成功するのは稀であるため、不毛な社会的運動であるという意見です。この意見に説得力を持たせるためには、実際にキャンセルの効果性を実験や統計調査によって立証しなければならないことは言わずもがなですが、たとえ効果性が低いもしくは皆無であることが示されたとしても、キャンセルしない方が良いもしくはするべきではないという結論には必ずしも結びつきません。なぜなら、道徳的に正しい行為は効果がなければ行わなくても良い、または行うべきではないとは言えないからです。したがって、キャンセルカルチャーの推進派は、キャンセルの道徳的正当性を論証しなければなりません。この動画は以上です。このチャンネルでは、物議を醸している話題を紹介する場合、あえて立場を選ばず、中立の視点から議論することを心がけています。皆さんがネット上で情報を拡散する際には、その情報の信憑性や拡散という行為の結果や影響を慎重に考慮し、一つ一つの選択に責任を持ちましょう。